こんにちは、ワットです。今回は代官山でストリートスナップをしてきたので、その時の雰囲気を POV 形式で一緒に味わっていただければというふうに思います。今回も使っているのはライカ M6 パンダです。フィルムはロモグラフィー800を入れています。冬の午後に夕方の優しい光で写真が撮りたいなと思って、この日は代官山までやってきました。それから前々から聞いていたカメラ屋さんでフィルムを買えればなというふうに思っています。最近一人で写真を撮ることもあるんですけど、いろんな人と一緒に写真を撮りに出かけるっていう機会も増えてありがたいことに、そんな中でそれぞれの人がどんなものを見て何を写真撮っているかって見たり聞いたりするのがすごい楽しいなって思うようになりました。ある意味こういう YouTube での動画、POV 動画っていうのもその一環だと思っていて、僕が街を歩きながら探しているものとか見ているもの、写真を撮りたくなるものっていうのがこういう動画を通じて伝わるといいのかなというふうに思います。というわけでやってきたのは GT カメラさん。ここにシネスティルが結構な在庫があったという話だったので行ってきました。無事に800、それから400、レッドラムですね。少しレアなフィルムを買うことができました。さあ、これから西郷山公園に向かおうと思います。僕が写真を撮るときに一番探しているのはやはり自然光ですね。光と影のコントラストを求めて歩いているような気がします。建物や人やいろんなものに太陽光が当たって反射している感じとか、影ができている感じ、そういうのが面白いなと直感的に感じたものを写真に撮るようにしています。フィルムで写真を撮るようになってから光を集めるっていうことが特にこのフィルム写真での醍醐味だなっていう風に感じるようになりました。デジタルで撮ってた時はどちらかというと影を撮っているというか光を集めているっていう感覚は薄かったんですけど、フィルムになるとその感覚が強くなりますね。ISO感度が低いフィルムが多いせいかもしれないですね。この日は本当に天気も良くて日差しも柔らかくて風もそこまでなかったので撮影していてこう大好きな反射とか光とかそういうのに出会うことができましたね。この辺りは建物の高さも低いので光もいろんなところから差し込んできて、この午後の時間帯でもまだまだ明るく写真を撮ることができますね。この教会はいつもすごくいい感じに光が当たっていて、ついつい写真を撮りたくなってしまいます。代官山にしょっちゅう来るわけではないんですけども、この辺りで写真を撮ることはすごく多い気がしますね。一応影セルフィーも1枚。いやー、本当にいい光の当たり方してますね。もう1枚撮ってしまいます。最近はこのライカ M6 カール・ザイスのビオゴン 35mm F2 を使ってることが多くて、
35mm っていう画角が本当にちょうどよく感じるようになってきました。それまでは一番好きなのは 28mm だなと思っていたんですけど、最近 28mm は、結構ワイドだなって感じるようになってきて、少し若干ですけどタイトな 35mm っていうのがしっくりくるようになりました。ライカには今この 35mm のレンズしかないので、いずれは 50mm とか 28mm とか少し違った焦点レンズもつけて撮影してみたいなと思っていますが、今はこのビオゴンですごく楽しく写真を撮れています。さあ、西郷山公園に着きましたね。冬なので芝生も剥げていてちょっと寂しい感じはありますけども、なんといってもこの気持ちいい日当たり最高ですね。人もまばらでしたが、皆さんめいめいに時間を過ごしている感じがすごく良かったです。さあ、こっから階段を下っていって、この辺りの坂道の辺りをふらふらしてみたいと思います。坂がある景色っていいですよね。平坦な街並みもいいですが、坂があるだけでの街がすごくドラマチックに映るような気がしています。ここも角を曲がったら西日がまっすぐ差してきていて、構図的にはあんまりいい構図ではなかったんですが、やはり光が差しているとついつい撮りたくなってしまいます。こうやって一人で写真を撮ってるときは、大体の場合音楽を聴いていたりとか、あとはポッドキャストを聞いていることが多いですね。ポッドキャストも大概フィルム写真に関するチャンネルを聞いていることが多いです。なんとなく同じような興味というか趣味を持っている人たちの話を聞きながらフィルム写真を撮るっていう、フィルムにどっぷり浸かるっていう感覚が僕には合ってるなっていう気がしています。音楽を聴きながら撮るのも楽しいですけどね。ここからの景色もいいですね。光の当たり方が本当に気持ちいいです。発色も綺麗だし、建物に光が当たっていて、片側は影になっていて片側は光に照らされてるみたいな、そういう景色が結構好きですね。さあ、駅の方に戻っていきましょうか。行きよりも少し光が少なくなってきたので、撮れる写真は少し減ってしまってるかもしれないですね。ストリートスナップをしているときはこうやってなるべくすぐ写真を撮れるようにカメラを手に持って構えて歩いています。これはもう少しあそこに立っている男性が光の中に立っててくれると面白くなったのかなというふうに感じます。蔦屋まで来ましたね。すごいにぎわいです。ここでデコトラの展示に遭遇しました。すごいギラギラしててかっこよかったですね。この写真は結構好きですね。
にぎわってますね。この長く伸びた影もいいですね。ここでも写真撮ってもよかったな。さあ、この中を抜けて裏というかなんというか代官山方面に戻っていきたいと思います。この辺りの建物への影の落ち方っていうんですかね、もうすごく気持ちいいですよね。ここも光の中に立っている人と、ちょうどこのなんて言うんでしょう、オブジェのところに立っている人とコントラストが面白かったので撮影をしました。ここの壁もね、光の当たり方が綺麗で背景として使いたかったんですが、ちょっと早くシャッターを切りすぎちゃったかもしれないですね。あとはもっと寄ってもよかったな。これは確か日曜日の夕方だったんですけど、結構人手が増えてますよね。代官山に限ったことではなく、もうどこもこう人気のスポットっていうのは人手がかなり戻ってるなっていう感じがします。ここも光の中を歩いてくる人を待ってたんですけども、このタイミングで果たしてよかったのか、2組入れるべきだったのかは何とも言えません。1人の方がメインに絞れてよかったかなっていう気はしています。結構ああやってちょうどいいスポットに光が落ちている時に、そこを通る人を待って写真を撮ることがあるんですけど、ついつい、待てなくて我慢できずにシャッターを切ってしまうっていうことがありますね。さあ、もう駅もすぐそこですね。ちょっとこの辺りに来ると建物も高いので影の部分が少し増えてしまいますね。この階段の影の感じいいですね。写真を撮ってる時にちょうど後ろから男性が通っていって影として映ったんですけど、予期はしてなかったんですが、入ってくれたことで構図が面白くなったかなっていうふうに思っています。ここは看板の光り方がすごい好きな光り方だったので1枚。道路があるんでなかなか寄れないですけど、もう少し寄って撮りたかったですね。さあ、あとこのフィルムも数枚っていうところですかね。あと1枚ぐらいかもしれません。何を撮ろうかな。ここもいいですね、光が。で、これが最後の1枚というわけで、今回はライカ M6 とマモグラフィー800で代官山ストリートスナップをしてきました。こんな感じで、僕の場合は本当にただ光を求めて街中をうろうろして面白い形や影を探して写真を撮っています。どんなものを主題にしてたりとか、撮影するときに探してるかとか教えていただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございます。また今度。